はいどうも、フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのは地下鉄の入り口ローマ駅でございます。そう今ね、私たちがいるのはパリの8区。今回はパリの8区と9区の魅力を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。今ね、私たちの目の前に見えているのがバチニョール大通りでございます。そして今目の前に入ってきたのが地下鉄の駅ローマ駅でございますね。このバチニョール大通りをずっと向こう側に行きますとプラスクリシー、そうクリシー広場でございます。前回のね裏道散歩でご紹介した場所でございますよ。そしてさらにそのまままっすぐ行くと何があるかというと、ちょっとねズームしてみますけど見えるかな、一番奥にサクレクール寺院がございますよね。そうこのまままっすぐ行くとモンマルトルの丘であるということがわかるわけです。さあこんなところからね、今回は私たちの裏道散歩をスタートすることにいたしましょう。まずはね、このバチニョール大通りからすぐにこの脇道に入っていきますよ。ここがモスク通りでございます。モスクというとね、モスクワっていう意味なんですけども、はい、ここはね、ローマとかモスクワとかいろんなね、ヨーロッパ周辺の都市の名前がついている道とかね、地下鉄駅なんかがたくさんあるようなヨーロッパと言われる界隈でございます。はい、ここにはね、こういうふうに、ルチエと言いますけども、バイオリン職人の工房なんかがありますね。今ねバイオリンを作ってましたね。この辺はバイオリン工房だけではなくて、いろんなねバイオリンのこの前も紹介したような弓を作る場所だったり、職人さんのねアトリエだったり、あるいはクラリネットをね作るような工房だったり、いろいろね、その音楽のね職人さんたちがいる界隈でもあります。はい、こちらねベルン通りでございます。このベルン通りは私たち行きませんけども、後ほどこのベルン通りのことをねお話ししますので、このねちょうどね突き当たりのところ、そこもう一度私たち通ることになりますから、あのベルン通りの話さっき出てきたなというふうに覚えておいてくださいね。さあもう一度私たちはモスクワ通りに戻っていきましょう。さあそうするとね見えてくるのがこちらでございます。こちらがね可愛い店構えになっているんですけども、ここがねクラリネット職人の、その修理工房なんですね。見てください。これねこういう風にしてクラリネットがいっぱい並んでいて、ここに職人さんがね今仕事をしている風景が見えておりますよね。いやこういうね本当に、職人のね人がねこういう楽器のクオリティとかそういうものを担保している、そんな感じの国が、フランスですよね。はい、今ねもう一度モスクワ通りに戻ってまいりましたが、ここすごいと思いませんか？この建物非常に豪華でしょう。こういう建物はいわゆるオスマン式、建物といいまして、1階部分がブティックなんかがね入っているんですよね。でその上が中2階になっていて、その上だいたいねこのずらーっと向こう側に、3階部分にベランダがついてるでしょ。非常に豪華な鉄柵もついているじゃないですか。だいたいねこういうところがこの建物の家の中で一番ねお金持ちが住むような階になっています。エタージュノーブルなんて言ったりするんですよ。でその上にね行けば行くほど家賃は低くなっていって、一番屋根のところにあるのが屋根裏部屋でございまして、だいたいねあそこには使用人、とかね、召使いなんかが住むような場所でございます。でね、ここ今ね職人さんの工房があるんだよね。ここにアフシュチエアって書いてあるんだけども、ここまたアフシュあれですよ、ほらバイオリンのね弓を作る人だよね。この人のシルビ・マソンさんっていう人の工房みたいなんですけども、やっぱりここにいろいろとね道具があったり、ここに弓のねあれだな、なんて言うんだろうこれなんか弓を作る弦みたいなやつ、弦じゃないのか、ごめんなさい、ボキャブラリーがなくて申し訳ないんですけども、はい、こんなね職人たちのアトリエがたくさんあるような場所になっているということが分かりますよね。さあそしてね今度ねここの建物にご注目ください。このね29番地と書いてあるところなんですけども、目の前にね車があるでしょ。その車の後ろにあるこの建物、これねちょうど今29番地なんでございますけども、ここにはねかつてステファン・マラルメという人が住んでいた場所でございます。ステファン・マラルメというとフランスの、詩人でございますよ。はい、
半中心の午後というね詩を書いて、その挿絵を書いたのがエドワード・マネなんですね。彼らはね非常に仲が良くて、エドワード・マネはこのマラルメの肖像画も描いていますよね。一体なんで彼らが仲良くなったかっていうと、当時ね詩人とか文学者っていうのは美術批評なんかも書いていることが非常に多かったんですよね。ゾラだってマネのことを、批評でね非常に褒めて評価して、それでお礼として肖像画を描いてもらってますよね。でマラルメも全く一緒で、クロード・モネのね絵画っていうのを評価した、そのお礼としてマネとね仲良くなったというふうに言われていますよ。それで、実はねエドワード・マネっていうのはこの近くにアトリエを持っていて、マラルメはそのアトリエにほぼ毎日のように通っていたと言いますよ。はい。そんなね仲いい2人の、友情の結晶というかね、そんなものがコラボ作品というかな、そういったものがねああいう肖像画として残っています。はい、この建物ね、この1階部分が薬局になっていますよ。ここ1階部分が薬局になっているんだということをちょっとね、覚えておいてください。ここねファーマシーって書いてあるでしょ。この建物です。そうすると今ね私たちはねこのモスクワ通りから交差点にやってきました。この交差点、何やら道路がたくさんね交わっているような場所になっているでしょ。さあここもある印象派の画家がね有名な絵画を描いた場所でございます。その人の名前っていうのはカイユボットですね。カイユボットの非常にね代表的な彼の代表的な作品なんですけども、パリの道、雨の下でのパリの道かな、シカゴ美術館にございますけども、そんな場所をね、描いたのがまさにこの場所なんですよ。さあ今ねダブラン広場というところからこの通り、わかるかな、チュラン通りというところにやってまいりました。そしてこのね道を渡りまして、ここにねビストロがあるんですけども、このビストロのこの角度に立つとどうですか皆さん。この角度何か見たことございませんか。はい、まさにカイユボットがね描いたブルジョワの人たちが、清掃してね傘を持ちながら雨の中のパリを歩っている、まさにその現場に今私たちは立っているんですよ。はい、そして今ね正面に見えているこの三角形の建物って一番下がファーマシーになっていたでしょ。ファーマシーっていうのは実はカイユボットの絵の中でもちゃんとねファーマシーになっているんですよ。そう、だからね非常にね薬局屋さんっていうのは老舗っていうことがまず一つ分かるんだけども、そういうね街並みがこういうふうに残っています。カイユボットのこの絵画非常に大きい絵画で、ここに出てくる人っていうのは本当に等身大ぐらい大きいんですよね。実は私ね恥ずかしながらまだ見たことがないんで、いつかね本物見てみたいな絵画。さあということで絵画のね一番左に建物ありましたけども、建物のね、絵画の中にも示されているように一番左がこれが、道になっていることが示唆されていました。ということでね私たちもその道に入っていきましょう。ここでございます。サンペテルスブルク通り、ね、またね、ヨーロッパ近郊の都市の名前がついております。そうするとちょっとね逆光で見えてるのかなこれ、はい、見えてないかもしれませんけども、今私たちの目の前には赤いレンガの建物が見えてきましたよね。見えますか。はい、このレンガの赤い建物は現在は、現在というかね郵便局でございます。これは1880年19世紀の後半に作られた建物なんですけども、それ以前はここは何も建物がありませんでした。ということでねここ渡っていきましょう。ここ渡って出てくるのは先ほどモスク通りとね、交わっていたベルン通りがまさにここに出てくるんですよ。はい、ここがベルン通りでございます。このね見えるかな建物、ベルン通りとありますよね。さあここのね道なんでご案内したかというと、実はこの道もエドワード・マネが絵画にしているんですね。その絵画がこちらの絵画でございます。わかります？このね1878年の
6月30日という絵画なんですけども、これはねちょうど万博があった年です。その時に、この6月30日が、共和国記念日として祝われたので、そこでねこの建物にある窓中からフランスの国旗を出してお祝いをするという、日がありました。それをね、テーマとして描いているのがエドワード・マネなんですけども、このように旗がいっぱい出ている絵画、他の印象派画家も描いているのって皆さん知らないですか？これもねオルセーにありますよ。そう、それは全く同じ日を描いたクロード・モネでございます。クロード・モネの方が全然ダイナミックなんだよねけどもエドワード・マネっていう人はまさにねちょっとね寂しいというかねノスタルジックな場所を選んでこんなところをね絵画に描いているんです。そして、なんでねこんなところを描いたかっていうと、エドワード・マネはこの道全く同じ構図でもう一個描いているんだよね。で彼のね絵を見てみると、ここに扉がありますよね。この扉が絵画の一番端っこに描かれているんです。ちょうどこんな感じでやるな。そしてここの赤レンガのね建物っていうのはかつてはなかったわけでしょ。そうするとまさにこの角度から描かれているんですよね。そしてこの絵画をよく見てみると、この絵画の視点、エドワード・マネの視点というのはちょっと上っていうことが分かります？この人々を上から見ているし、俯瞰的に見ているし、さらに伝統があるよね。絵画の右あたりに伝統があるんだけど、伝統より高いところに彼の視点がありますよね。でなんでこんなことになっているかというと、実は今私たちはね道路の上に立っているわけなんだけども、エドワード・マネはあそこから絵を描いていないんだよね。エドワード・マネどこから絵を描いてるかというと、ほらここに建物があるじゃないですか。この建物の上の階からこの道を見下ろしながら描いてるんだよね。はい、ここがサンペテスブルグの4番地でございますが、まさにこの窓からベルン通りを見下ろしながら先ほどの絵画を描いていたんです。実はこの絵ですね、ちょうど多分この階だと思う。もしかしたら上かもしれないんだけど、このサンペテルスブルクの4番地というのが実はエドワード・マネがアトリエを持っていた場所でございます。先ほどのね、ステファン・マラルメの肖像画もここで描いたと言われていて、まさにねマラルメの家からねここまで本当に歩いて5分ぐらいだったんだけども、もう毎晩のようにここに来て2人でね、いろんな芸術論議をしていたと言われていますよ。さあそしてねここでね注目していただきたいのは、彼がここの家に住み始めて、このアトリエを借り始めてすぐに描いた絵画がこちらでございます。シュマン・ドゥ・フェー、鉄道という絵画なんですね。その鉄道の絵画に現れているこの女性ですね。女性が2人描かれていて、その左にいる、お姉さんと、妹っていうかお母さんと娘なのかな、分かんないんだけども、その左に出てきているこのモデルですね。この人はビクトリーヌ・ムハンといいまして、オリンピアだとか創造の中足で裸となってねスキャンダルを起こした時にモデルとなった女性でございます。あの絵画からだいたいこの絵画まで10年っていう月日が経っているんですが、彼女もね結構年を取ったっていう感じがしますけども、さあ彼女の真後ろ見てください。彼女の真後ろを見ると分かりますか？扉があるでしょ。彼女の後ろにあるあの扉2つ並んでるじゃない。まさにこの扉ですよ。そうですからね、シュマン・ドゥ・フェル、鉄道という絵画、実はあの絵の中にはエドワード・マネの使っていたねアトリエがまさにあそこに描かれているっていうことなんですね。はい、ということでこの家にエドワード・マネがアトリエを持っていました。1872年から1878年と書いてありますよね。はい、ということでここからね、シュマン・ドゥ・フェルの現場になった場所にちょっとね向かっていきましょう。あのシュマン・ドゥ・フェル鉄道という絵画でね、女性の後ろに2つの扉があるということはどの辺から描いたっていうのをこれからね皆さんと一緒に突き止めていきましょう。ということで今ね私たちはこのね鉄橋の上を渡ろうとしていますよ。はい、この下にはね今ちょっと音聞こえるかな、電車が走っていまして、
ここがヨーロッパ広場というところでございます。これはね、19世紀の半ばに作られた界隈で、その作られてからこの辺がブルジョワの人たちが集まるような界隈になっていました。そのブルジョワ邸宅のね一角にアトリエを持っていたのがエドワード・マネということですね。はい、これです。ではここ渡っていきましょう。それではね、今回も行きましょう。印象派絵画の現場を巡るサンラザール界隈パリ裏道散歩のスタートです。そうすると見てください。エドワード・マネがシュマンドフェールというね鉄道という絵画を描いた時にはまだ目の前に見えているこの赤レンガのね建物はありませんでした。そしてその赤レンガの建物の隣にあるのがエドワード・マネのアトリエでしたよね。あのアトリエの窓が真後ろに見えるということは、その対角線上のおそらくねこの辺、今私たちの見えてる本当先、あの辺に、モデルたちを立たせて、座らせて、そこから描いていたはずなんです。ということでね、その位置まで行ってみましょう。そうするとね、だいたいこの辺なんじゃないかなと思いますよ。はい、そうすると見てください。ここからね見ると、今わかるかな、目の前にレンガの建物が出てきたでしょ。そしてその建物の真後ろに、エドワード・マネのねアトリエの扉があるはずです。でそうするとこの鉄柵がありますから、だいたいねこの辺に、お姉さんと妹さん、お母さんと娘さんが座っていて、でその後ろにはちょうど2つのね、エドワード・マネのアトリエの扉が映っていた。まさにここかもしれないですよ。まさにこのね縁石に座って、そして今でもほら電車がね走ってきてるじゃない。で今は電車だったんだけども、マネがね絵画を描いていた時はこれ汽車でございましたから、ここで煙がもくもくもくと出ていたわけだよね。そうするとまさにあの絵画の現場、私たちいるっていう感じじゃないですか。いやーすごいことだ。なんか自分で言って自分で感動してますけども、はい、そんなね、場所がこのヨーロッパ橋でございます。何のね変哲もないんだけども、あの絵画を知ってるだけでねちょっとね面白くなりますよね。はい、でこのヨーロッパ橋、そしてねこういう鉄道っていうところはまさに印象派の画家たちがね、しばしばテーマにした場所でもあります。というのは印象派の人たちっていうのはね、そのかつてのアカデミーというね人たちに対して、私たちは目の前にある現実を描くんだというふうにして、出てきた、世の中に出てきた人たちなんですよね。ですからアカデミーの人たちが宗教だとか、あるいはギリシャ神話だとか、そういうものを描く代わりに私たちは見える現実を描く、そういうふうにして出てきたのが印象派の人たち。目の前に見える現実を描くから、彼らは外に行って絵を描いていく。だからこそチューブリエの具っていうのが重要なポイントになってきたっていう、歴史なんですけども、はい、そうすると目の前に出てきたのが、これがヨーロッパ駅でございます。はい、地下鉄の駅ですね。はい、今ねヨーロッパ駅があるのはこれマドリッド通りというところでございますけども、もう一度このヨーロッパ広場の方に入りまして、今度はねこのクードゥ・ヴィエンヌって書いてありますけども、このウィーン通りかな、はい、ヴィエンヌっていうのはウィーンって意味なんですけど、オーストリアのね首都のこのウィーン通りの方に入っていきます。そうすると目の前にほら三角形の屋根がたくさん見えてきたでしょ。この三角形の屋根は何かっていうとサンラザール駅でございます。そしてウィーン通りをねこれまっすぐローマ通りの方に今進んでいるんですけども、ここでもねほら電車がいっぱい止まってるじゃないね。こんなとこやっぱり電車好きだったらずっと見ていたくなるよね。そんな電車をずっと見ている絵を描いた人もいましたよね。カーユーボットですよ。カーユーボットの中にヨーロッパ橋というね絵画がございますが、まさに彼が絵画にしたところっていうのが今ね私たちのいる場所でございます。右手にはね鉄柵が見えていて、それを覗き込むようにして、カーユーボットの、ね、中ではブルジョワ紳士たちがいますよね。もうちょっと前かな、でこれ皆さん気づきました？このままその右手の鉄柵がねずっと遠近法のようにして画面の奥の方に続いていますよね。その続いた小室線、
のところに建物があります。その建物の向かい側が赤レンガの建物になっているということは、この消失点となっている建物っていうのは何の建物かというと、そうエドワード・マネのアトリエがあった場所ですよ。つまりヨーロッパ橋で描いた消失点にはエドワード・マネのアトリエが描かれているという意味で、この絵画は暗示しているわけですよね、エドワード・マネのことを。ある意味エドワード・マネへのオマージュにもなっているということがわかるわけです。どうですかこれね。僕もねこれ気づいた時もう鳥肌が立ってしまったんだけど、もう自画自賛いやけど本当にこういうものって絵画を見てるだけでは分かんなくて、絵画の現場に行くと初めて何これってすぐ近くじゃんとかね、何ここにマネのアトリエあるじゃんとか、そういうことに気づくわけですよね。はい、ということでまたねローマ通りにやってまいりました。ローマ通りをこちら側にね進むと、前回のね私たちが裏道散歩で、行ったところ、そこに行きますよ。そして私たちはその前回ね早回ししたところなんですけども、そこからずっとそのまままっすぐ行くと今私たちのいるこのローマ通りに行きます。ということでねローマ通りを行きましょう。ローマ通りに行くとね見えてくるのがこちらですよ。皆さんの左手にね見えているのが、これがサンラザール駅でございます。本当にね、フランスの近代を象徴するのが鉄道であったとすれば、まさにその鉄道のね駅っていうのは、19世紀を代表する建築物でもありますよね。そんなパリでね一番初めにできた駅舎であるサンラザール駅が今目の前に見えてきました。こうねサンラザール駅の、ね、手前に塔みたいなのあるでしょ。あれはなんか中にね階段が入ってるみたいですよ。うっすらと階段が見えるんだけど、ちょっとね画面じゃ見えないかな。はい、でこの階段に登ると、こういう屋根裏とかにね出ることができるっていう、この三角形の屋根がね見えていますよね。でこの三角形の屋根とか、この本当にホームの部分っていうのはエッフェル塔をね、思わせるような鉄筋構造になっているんですが、その先駅舎の方は非常に重厚感のある石造りの建物になっているということが分かりますよね。でこれっていうのはまさにこのサンラザール駅というのがブルジョアによるブルジョアのために作られた駅舎だからなんですね。というのはこの今ねサンラザール駅というのは国鉄の駅になっておりますけども、もともとはここは、フランスのね民間会社が作ったものです。でその時に出資したのが大銀行家だとか、あるいは大ブルジョワだったんですね。ですからまずはブルジョワの人たちの交通機関としてビジネスのために運行されていたのが鉄道でありまして、まさにね利用者なんかもブルジョワの人が大半だったわけですね。で彼らが、彼らが利用し、彼らを迎え入れるために作っている、それがねこういうファサードなんかに出ていますよね。はい、ですからね非常に、重厚感のある、市庁舎とかいうあるいは邸宅のような作りになっております。はい、それではねこのサンラザールのところまで行きましょう。今ねちょうどね入り口、パーキングのところが見えていますけども、上にはねシュマン・ドゥ・フェル・ドゥ・レタと書いてあって、国鉄と書いてありますよね。上に1886年と書いてありますけども、これはね国鉄になった年がこの年でありまして、もっとね民間の時からは1838年かな、だいたいもう19世紀の半ば以前からもうすでに運行は始まっておりました。はい、今ね駅前に、近づいております。サンラザールの駅前というとこういうふうにね繁華街になっておりまして、ちょっと渡っちゃおうか。ここ分かりますかね。ホテルとかね本当にこの辺は駅前広場になっていて、ホテルとかレストランとかそういうものがたくさんある場所になっていますよ。そして今ねこのなんかドームのようなものが見えてきたんだけども、これが地下鉄の入り口です。鉄道がねパリまで届くんだけども、その鉄道でパリを縦断とか横断することはできません。鉄道はねパリがいつも終点になっているんです。でそのパリのね市内を、移動するのは地下鉄だったりバスだったりするわけなんだけども、そのね地下鉄の入り口なんていうのが、こういう入り口、駅舎のね目の前にあるわけです。そうするとこの地下鉄の駅は
3番線、9番線、12番線、13番線、14番線が通っているという、たくさんね地下鉄が通っているということが分かりますよね。そういうね主要なターミナルの一つになっている。そしてこちらがね、アフマンというフランスのアーティストが作ったモニュメントなんですけども、これねいろんな積まれているんだけど、これ一個一個がねカバンになっているんですよね、こういう風にね。ですからこれねサンラザールっていうのはねパリで一番古いっていう話をしましたけども、実はパリの中で最も利用者が多い駅の一つがこのサンラザールでございまして、1日にね2005年の統計でいくと160万人か160万人が利用している駅でございますよ。でその半分がねパリの郊外からパリに仕事をしに来ている人々が利用している駅でございます。はい、でねここがねサンラザールの駅舎でございます。立派でしょう。本当に市庁舎のような建物になっているんだけども、まさにブルジョアのねために作られた非常に重厚感のある建物になっています。そしてこの駅前にはねホテルがたくさんあるというお話をしたんですけども、そのホテルの中でも最も高級ホテルがこちらでございます。もうね駅のすぐ隣にあるんだけど、ヒルトンパリオペラと言います。はい、今ではねヒルトングループに入っておりますけども、かつてはこのホテルはターミナルホテル、終点ホテルというふうに言われておりました。でこのホテルがすごいのはね、もう駅のすぐ近くにあるだけじゃないんですよ。なんですごいかっていうのをこれからね皆さんにお見せしましょう。もうね気づかれた方いるかもしれない。駅の近くだけじゃないよ、このホテル。すごいのはこのホテルは見えますか、正面つながってんだよね。駅とへその緒のようにして渡り廊下でつながってるんですよ。すごいでしょ。はい、こういった感じでこちら側がホテルで、このままね渡り廊下があって、そのまま駅に行くことができます。じゃあね駅の中どうなってるか、ちょっとね駅の中入っていきましょう。今ねサンラザール駅の中に入りましたけども、現在ねコンフィヌモンといって、ロックダウンですか、そういう状況にありまして、10キロ以内のね散策、10キロ以上自宅から10キロ離れたところでの散策というのが許されていないんですよね。必要不可欠な理由がなければ、出てはいけないというふうになっていて、ですからね駅の利用者というのは今すごい少ないです。ものすごく少ないんだけど、今ね駅のコンコースというのかな、中央ホールに来ましたよ。さあそしてねこの上にはアーケードの中にはここから行くことができるね、場所の表現がしてあるんですが、見えますか、ここホテルテルミヌスって書いてあるでしょ。ターミナルホテルのこの場所です。この場所、まさにここに渡り廊下があったってことなんですよね。はい、そしてこの渡り廊下の正面がこちらでしょ。そうすると見てくださいよ、これそのままここが駅のホームになってますよ、ね、で駅のホームでそのままここから駅降りて出て、そしてもうここでホテルの入り口ですから、すごいよね。だからもう本当に VIP のお客さんというのはああいうホテルに泊まって、このね電車降りたらもうすぐチェックインできる。そしてチェックアウトするときももうねホテルのスリッパ履いたまま渡り廊下を渡って、そしてもう電車にねそのまま乗ることができると、そんな感じの一番ね立地のいいホテルが今ではヒルトンホテル、かつてはターミナルホテルと言われておりました。さあここのねサンラザール駅、一体ここからどんな場所に行けるかというところをね紹介していきましょう。このサンラザール駅からこんなね方面に行けますよという地図がございますので、それをね簡単にお見せしましょうね。はい、こちらでございます。このねホームの方に入っていきますよ。そうするとほらここに地図があるでしょ。この地図、これがね、サンラザール駅から一体どんなところに行けるのかっていうのの説明になっているんですよ。はい、でねまずはねここに
パリのサンラザール駅がありますね。このサンラザールからノルマンディーの方に行くと、まずはねここです。わかりますかね。ゼロノン・ジベロニーと書いてありますけども、これねクロード・モネが晩年ね住んだところでございます。自分のねここに家を持っていて、睡蓮の水の庭というものがあったのがここですね。そしてこのベルノンのジベルニーからさらにこのセーヌ川と同じ方向にねずっと電車がつながっているんですけども、そうするとあるのがルーアンでございます。ルーアンというとジャンヌ・ダルク、ね、目の前にありますけども、ジャンヌ・ダルクが火あぶりになったところがルーアンでした。そしてルーアンの大聖堂という連作をモネは書いているよね。でさらにこのままずっとこのまま行くと見えてくるのが、はい、エトルタです。エトルタというとこのゾウさんの、ね、ような、はい、ゾウさんのような、ね、岩がありますけども、これもクールベとかとね真似して書いていますよね。でこのエトルタの別のところ行くと、はい、ここルアーブルと書いてありますけども、これ印象日の出を書いた場所でございます。でこのルアーブルというところがクロード・モネの、ね、地元です。彼はパリ生まれなんだけどもルアーブルで成長しています。でこのルアーブルっていうところからこれ橋があるでしょ。これノルマンディー大橋というね、渡っていくとこのオンフルールというところに行きまして、このオンフルールがあれですよ、モネの、ね、市長であるウィレヌ・ブダンという人が書いたところでございます。ということでね、このノルマンディー地方に行くことができて、そのノルマンディー地方のこのまさに電車沿線沿いでクロード・モネは絵画を描いているってことが分かるよね。つまり彼はねここのヘビーユーザーだったわけだ。そこに愛着があった。そして彼はこの近くにアトリエを持っていた時もありました。彼はねいつもね親にね、画家活動が反対されていたので、結構ねお金に困っている時がずっとあって、金くれ金くれって、ね、友達にたかりまくってたような人物だったんだけども、地方行ったり来たりするたんびにこのサンラザール駅使っていたわけなんだよね。ですからこのエドワード・マネとかね、あとはカイボットが駅を外からね見ている、いわゆるブルジョアの傍観者であった一方で、このクロード・モネという人はまさにそれの利用者だったわけだ。ですからね、さらに彼は大胆だよね。駅を外から見るだけではなくて、彼はこのね駅を内側から見ようとした。そして書いたのがまさにねオルセ所蔵のサンラザール駅でございます。実はこれは12作の連作でございまして、あらゆるところから書いている。しかしねオルセにあるのはこの1枚でございまして、今私たちの目の前に見えているこの屋根だとか、ほらもうその通りでしょ。だからその真ん中の部分がこうやって明かり窓になっていて、その横の部分はねこういうトタンっていうのかな、これ、になっているということですね。そして多分ね角度的にはねもしかしたらここのホールじゃないと思うけども、今ね私たちが入れるのこのホールしかないので、ちょっとねここを撮っておりますけども、見えてますかね。目の前にはね先ほど私たちが歩ってきたヨーロッパ橋の鉄橋が見えてきましたよね。でモネのね絵もよく見ると鉄橋が映っているわけだ。でね鉄橋というものがね、あることによって、ここがヨーロッパで、彼はその鉄橋のね下なんかをメインにね描いている時もありますけども、ということでね、こんなところでクロード・モネは絵を描いたということなんで、でねここからねちょっとね戻っていきましょう。はい、ということでね今度はサンラザール駅の外に出ていきましょう。まさにね近代を代表するサンラザール駅、そんなところを後にしてその駅の周辺にね広がっているようなラフィージなんかに入っていきますよ。先ほど駅前って非常にね豪華な建物がありましたけども、こっちはねアムステルダム通りっていうんですけども、ちょっとねガチャガチャっとした界隈ですね。ケバブ屋さんだとかね、あとホテルなんかも並んでいるんだけども、ディエップ通りだ、ディエップホテルとかね、ルアーブルだとか、ヒルトンよりは格が下がるっていうようなね、そんな感じの界隈でございます。でここになんか屈強な男の人たちがいてちょっとね通りにくい感じがありますけども、はい、ここがですね、はい、こちらです。
ブダペスト広場というところでございまして、このまま裏道がブダペスト通りでございます。でこの通りまだヨーロッパ界隈でございますので、街のねヨーロッパ各都市の名前なんかがこの道にねついております。でちょっと静かな通りでしょう。まさに裏道っていう感じなんだけども、今ねこの辺の通りは中華街になってますよ。はい、ここにはなんかラーメン屋さんだとかね、中華料理系がこうやって並んでんだけども、だからねここね香ばしい匂いがするんだよ。なんかその八角っていうの、なんかそういう、本格的な中国人の方がやっているチャーハンとかに入ってるようなそういう香ばしい匂いですね。はい、でここはですね今ね左手に、こういうちょっとお店が見えているように、かつては、娼婦がね、立っているような娼婦街でもございました。はい、こういうね大きな駅の近くの裏道っていうと結構そういう娼婦街なんかもやっぱり必ずね、あるような場所がありまして、その一つの道がこのブダペスト通りですね。今では娼婦街というよりも、こういうねちょっと中華料理だとか、あとはケバブとかかな、そういうものが並んでいるような通りになっています。はい、結構ね本格中華があるんですよね。確かねここだと思ったんだけど、一回友人と食べに行ったことがありますよね。で鍋をね食べたんだけど結構美味しかったですよ。本格的な中華って感じ。日本人のねの舌に合わせない、そういう中華だよね。そうだ、もうこの辺とかすごい中華の匂いするな中華の匂いってなんて言うんだろう、香辛料、なんなんだろうな、この匂いって。オイスターソース違うなねそんな感じで、大通りに出ました。ここがねサンラザール通りという場所でございます。目の前にね、映画館とか出てきて、ここが向こう側を見るとサンラザール駅でございますね。はい、ではね、ここの通りを渡っていきましょう。フラムっていう店があるな。このねフラムっていうところはアルザス、これだよね。アルザス系のねすごい薄い生地で焼いたピザみたいなやつなんだけども、フラムケッシュっていうんですよね。でこれはね結構美味しいですよ。ピカールのねところでもフラムケッシュって売ってるんだけど、たまに買って食べてますけどね。ピザよりもね薄い生地で作っていて、でそこにホワイトなんだっけホワイトソースにベーコンに玉ねぎを乗せて、焼くというね軽い食べ物でございます。さっきのお店はそんなねアルザス発祥のピザみたいなやつを食べれる場所です。はい、で今コーマルタン通りに入ってまいりました。コーマルタン通りに入ってくると、ここはねマクドナルドがあったり、また別のね、レストランがあったりして、非常にここも賑わってる界隈なんだけども、はい、こんなねところです。で上にはねエドワー・マックスっていう人がここに住んでいて、ここで亡くなりましたというふうに書いてあるよね。エドワー・マックスっていう人はここの、俳優だった人ですね。この俳優というか悲劇とかね喜劇とかそういう俳優で、映画なんかにも出ていたと言います。はい、でねここはね本当に繁華街になっていて、でここにねパッサージ・ドゥ・アーブルってありますけども、ここに現在ねコロナで営業していないところなんですが、ここはね現代的なパッサージュ、通り道になっていて、ここにねお店ショップなんかが並んでいるアーケード街、になっています。普段だったらね非常に賑わってますよ。そして今ねこれ右手に非常に豪華な建物見えてきたでしょ。ここはもともとはカプシーヌというね修道院がありました。カプシーヌ修道院の跡地ですね。で今ではここは高校になっています。ちょうどねある画家がパリの日常生活なんかをね描いてた画家が、まさにここの出口からね出てくる学生たちを描いた絵画がありますけど、だいたいこのぐらいかな、このぐらいの感じだと思いますけども、ここからね出てきている高校生たちを描いている絵画がありますね。はい、ここはねコンドルセ高校といってパリの名門校の一つです。例えばねここで英語の教師をやっていたのが
ステファン・マラルメ、ね、私たちが冒頭で彼が住んでいる家を見たんだけども、彼はここで英語を教えていました。でそれ以外にもね結構優秀な人がここの先生をやっていて、で例えばねジャンポール・サルトルとか幸福論を書いたアランとかね、あとメルロ・ポンティなんかも一時期ここで哲学の先生をやっておりました。はい、でカプシーヌ修道院のねもともと付属していた教会が今でも教会として残っていて、今では三類団体教会と言われています。はい、そして今度私たちの正面に出てきたのがこちらがですねパリ、今ねもうパリ9区に入ってきたんですけども、パリ9区のいわゆる資本主義のね殿堂と言ってもいいかもしれないデパートが出てまいりました。はい、こちらねプランタンデパートでございます。こちらねプランタンですね。はい、こんな感じですごいですよね。非常に豪華で、現在はねそのコロナで営業ができないので非常にね静かになっておりますけども、普段だったらここはすごいですよ。ものすごい人です。そして気づきました？先ほどの駅とヒルトンホテルがつながっていたように、このプランタン同士も渡り廊下でつながっていますよね。はい、ということでこのままねまっすぐ行ってデパートのね正面の道を行ってもいいんですけども、あえて私たちは裏道を行きましょう。プロバンス通りでございます。はい、今ねちょうどこれが、グランドマガザンと言われるようなデパートの裏通りになっています。そうするとね裏通りどうなってるかというと、正面よりはね美しくないというかちょっとねデパートも油断してんじゃないかという感じですよね。ただここが、ね、やっぱ面白いのはね、やっぱ裏通りはねこういう従業員入り口になってるんだな。で例えばここがプランタンのね、商品搬入口になっていてそんなとこ見て何が面白いんだって感じもするんだけども、あるいはここがね従業員のスタッフが入るような入り口になってます。はい、でねそんな裏通りには何があるかっていうと、こういうふうにねずらっと売店とかね、ちょっとした昼食で食べれるようなレストランなんかがずらっと並んでるっていうことなんだよね。はい、でこの辺はねやっぱ中華料理がすごい多いんですよ。やっぱり今ね中国人ってすごいデパートの、ね、顧客の一つになってますから、やっぱりギャラリー・ラファエットとかねこれから出てきますけども、これまさに右がギャラリー・ラファエットとかも、そこのね店員さんとは中国人がすごい多いんですよね。中国の方が、ですからやっぱり彼らが休憩時間になるとやっぱりその中華料理を食べるんだけど、そうするとほらこういうところに中華料理店が出てくるでしょ。やっぱり、ね、そういうニーズに合ったねレストランなんかがやっぱ増えていくんじゃないかなと思いますよ。はい、このねプロバンス通りをまっすぐそのまま進んでいきます。でやっぱりねこの先ほどの今ラファイエットがあるんだけども、プランタンだとかこういうデパートの時代っていうのがまさにこの19世紀の時代ですよね。例えばそのデパートのね成功物語っていうのを小説にしたのはエミリル・ゾラ、ボヌール・デ・ダム、貴婦人の幸福っていうのかな、そういうねデパートを彼が考えて、モデルとなったのがボンマルシェだったり、するんだけども、そういうねデパートの時代っていうのがやってきて、そこで、大量生産大量消費のそういう時代、私たちの時代ですよね。そういう時代の走りっていうかな、そのね、時代が、大量消費の時代が始まった、それを象徴するのが、デパートっていうような、ものですよね。はい、今ね私たちはモガドール通りというところにやってまいりました。ということでこのモガドール通りを行きましょう。やっぱりねギャラリー・ラファイエットも同じことやるんだよね。だからこの右側がギャラリー・ラファイエットの新士館で、左側がこれが本館なんだけども、やっぱりこういう風にして渡り廊下でねつないでいるんです。さあそしてねここに面白い店がありますよ。何かっていうと、はい、ちょっとねズームしてみようか、見えるかどうか。ル・メイオ・パステル・ドゥ・ナータ・ドゥ・リスボンと書いてあるねえ、これ残念ながらね閉まってるんだよ。私ねやっぱ何回も下見してきてるんだけども、今ねずっと休んでます。空いてないんだよな。だからもしね空いてたらね本当に美味しいのかって、パステル・ドゥ・ナータねバチネルのところでも食レポいたしましたが、これもね食レポしたかったんだけども、空いてないということでしょうがないです。
面白いね。リスボンで一番美味しいパステルドナタって書いてあったんだけどさ、ここリスボンじゃなくてパリなんだけどって感じいいのかな、そういう表現してって感じもあるんですけど、まあ面白いね。はい、先ほどね、カフェオペラという名前のカフェがありましたが、はい、まさにね、これから私たちが向かっていくのがオペラ座でございます。そうということでね、もうね、私たちの裏道散歩も無事ね、オペラ座に着くことができそうですよ。はい、右側がね、これがギャラリー・ラファイエットでございます。大きいよね。そして右斜め前にあるのが、これがギャラリー・ラファイエットのグルメ館。そのグルメ館の奥にあるのがユニクロがある、建物ですね。そして道を挟んで正面に今出てきたのが、はい、こちらがオペラ座でございます。パリのオペラ座、オペラガルニエという建物ですね。ちょっとね、今私たちは後ろ手にいます。そしてそのオペラ座の左にあるこの建物は今はね、ソシエテ・ジェネラルという銀行が入っているんですが、ここはカーユボットが住んでいた場所ですよ。まさにね、彼はここ上のね、1、2、3、4階、ここに住んでいたんです。はい、そこからね、覗いた絵画なんかも説明していきましょう。ということで、今私たちがいるのはここのギャラリーね、ラファイエットがずらーっと並んでいる通り、ブルバード・オスマン大通りというところを歩いています。ここはね、デパートでショーウィンドウがね、ずらーっと並んでいるんだけども、クリスマスの時期になるとここにね、機械仕掛けのねウィンドウなんかが設置されて、でここの上はね、電飾がついてイルミネーションなんかですごい綺麗になる場所が今ここでございます。いつもだったらね、人でごった返しておりますけども、本当にガラガラギャラファイエットも開いてないしね。はい、ということで、このね、オスマン大通りを渡りまして、そしてオペラ座の正面まで行くことにいたしましょう。はい、今ね、正面にオペラ座が入ってまいりました。そしてオペラ座の隣にあるこのね、今では銀行になっているソシエテ・ジェネラル、こちらのね、建物の上、この階ですね。この上の階、今ではね、ネットで、はまってしまっているんですけども、その上の階の場所にね、住んでいたのがカイユボット兄弟でございまして、カイユボットはね、窓から覗いた街並み、このね、通りを描いています。例えばその一つにオスマン通りというね、絵画があると思いますけど、まさにね、ちょっと僕の身長じゃ彼の視点までいけないんだけども、このオスマン大通り、もうちょっとこっちかな、多分こんな感じだろうな。オスマン大通り、このずっと一直線に続いている、オスマン様式の建物、それを描いているのがカイユボットの絵画でありますよね。はい、こんなところで彼は描いていたわけだ。ですからカイユボットっていう人は、ブルジョワ階級で、自分もね、まさにそのブルジョワ階級の一人なわけで、彼はそういうブルジョワの人が住むようなオスマン邸宅、オスマン様式の建築の邸宅に住み、その上から見える景色っていうのを彼は描いているよね。だからその印象派の人たちが現代を描くって言った時に、現代って何かって言ったら、本当に身の回りを描いてるってことがわかるじゃないですかね。例えばクロード・モネだったら、自分が使っていた電車、そしてその駅をテーマにして何作も描いてみるとか、そしてエドワー・マネだったら、彼が住んでいたまさにアトリエの周辺、そんなところをテーマにして絵を描いていたりだとかね。まさにそのようにして彼らたちは自分たちのね、本当に周辺を描いていったというのが、印象派の人たちの絵画なんだということが、非常に分かりますよね。残念ながらね、カイユボットのアパートを今修復中でネットがかかっていたんですけども、それとね、同じ装飾の、鉄柵というかね、そういうものがこの建物の周辺にありますんで、ズームしてみようか見えないんだけど、これね、正面がアップルストアになっているんですけど、この上の鉄柵が先ほどのカイユボットと同じ
ですね。ってか見えないなはい、失礼しましたはい、ということでね、今私たちの右手には大きなオペラ座ですね。オペラガルニエが見えております。そのオペラガルニエの側面を通りながらオペラ座のね正面まで行きましょう。そしてその正面に行った時に皆さんとお別れということですよね。今回の裏道散歩の終点はオペラ座の正面まで行きますよ。はい、ということでちょっとねここから宣伝なんですけども、3月27日このね動画を公開するのはおそらくその前日にしようと思っているんですが、ですから明日の日本時間18時からオンラインツアーをやりますよ。そのオンラインツアーは今ね私たちが到着しようとしているオペラ座の正面から出発し、ベルエポックというね時代、まさに19世紀後半のパリが非常に輝いていた時代、今でもさ輝いてんだけど、その非常にね華やかな時代のパリというのをこのオペラ座のね界隈を中心として皆さんに、紹介していきたいと思いますよ。生中継、生放送、一緒か生中継、高画質、そんなね、ものを考えておりますので、ぜひね、ご参加ご検討くださいませ。さあオペラ座の前にはね人々が結構休んでいて、このオペラ座ちょっと近すぎて全体が見えないので、オペラ座が見えるところまで行ってですね、この裏道散歩を終わりにしましょう。さあ目の前に今見えているのはオペラ大通り、オペラ座をね、綺麗に見えるようにするためにあえて作った通りなんですけども、さあそれをぐるっと回るとオペラ座が正面に見えてきますよ。はい、見えました。いやーすごいね大きい建物ですよね。ということで今回の裏道散歩はこのオペラガルニエの前からお別れすることにいたしましょう。ありがとうございました。はい、ということで今回はパリ8区9区の裏道散歩をお届けいたしました。いつものようにね変哲のない裏道を通っていただけではございますけども、そこで印象派の画家たちが有名作品を制作した場所であると考えるとなかなか面白かったんじゃないかなと思いますよ。ということで今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。皆様の感想をぜひ聞かせてくださいね。コメントお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。